皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本国内の話。立ちんぼと呼ばれる路上売春している人たちがホストに対して多額の付け払いをしていることから、今国会でもホストクラブやホストに対しての規制をかけるべきではないかといった議論が行われています。今回は立ちんぼとは何か、そしてどのような規制が今話し合われているかについて解説していこうと思います。この問題で有名な場所として知られるのは東京新宿歌舞伎町の大久保公園というところです。そこまで行くのはちょっと大変なのですが、一方大阪にもそうした売春の声かけられ待ちの女性たちがたくさんいる場所として複数箇所があるので、そのうちの一つ梅田に行って話を聞いてきました。そこで立ちんぼの人からどのような話を聞けたかについてもお話ししつつ解説をしていこうと思います。まず第一に、立ちんぼとは何か。これは売春をする人に対してどのようなラベルを貼るかの話です。例えば昔であれば援交、援助交際といった言葉を使われました。最近ではパパ活といった名前も付けられていることもあります。そのようにして様々な名前がついてはいますが、基本的にやっているのは売春です。この場合、女性の方が売る、そして男性の方も買うといった具合にして、双方の売買春が成立することによって、この問題は発生しています。そして、売春という行為そのものについては昔からあるわけで、別に今に始まったわけではありません。では、なぜ今になって規制の話が出ているかといえば、それが売春をする理由として、貧困等ではなく、ホストへの貢ぐ金を大量に稼ぐために売春が非常に横行しているといった問題が指摘されています。警察も何度となく摘発をしていて、なぜこのように売春を繰り返すのかと聞いたところ、生活費に困っているのではなく、ホストに貢ぐために売春をしているという女性が多いというのです。そのような理由だという話をする人たちが日々売春のために街の通りに立っているというわけです。ここで有名になった場所として新宿歌舞伎町の大久保公園の名を挙げましたが、残念ながらこの場所は日本国内だけではなく海外にも知られるようになってしまいました。現代では YouTube、Instagram、TikTok、X など様々なインターネットでみんなが情報発信できる時代になりました。そのため大久保公園に行けば日本の若い女性を非常に安い値段で買えるといった具合にして売春のスポットとして海外へと紹介されてしまっているのです。しかも日本在住の方が毎日のように大久保公園の動画を撮影しネット上に公開していることから、それ目的で日本に来る人たちも増えてきているという問題を抱えています。日本国内においてもそのように、ここに行けば女性が買えるのかといった具合にして男性側にも、そして女性側の方もここに行けば男性が来るなという双方のマッチングする場所としてより情報が拡散してしまっているのです。では風俗店というものがあるのに、なぜそのようにして立ちんぼという形で路上で売買春の話をするかといえば、それは風俗店に勤めている場合においてはどうしてもお客が払ったお金についてはお店と折半する関係で手取りの収入が上がらないという問題があります。風俗店に勤めるのではなく、立ちんぼの場合だと受け取ったお金を丸々手にすることができます。風俗店に勤めている場合よりも圧倒的にお金の見入りがいいというわけです。もう一つの問題は、来るお客さんを女性は選ぶことができないという問題があります。この人嫌だなとたとえ思ったとしても、何か問題がある行動をしなければ出禁にすることは基本にできませんから、嫌々ながらでも相手をしなければなりません。一方で立ちんぼという立場の場合だと、嫌だなと思う相手に対してはそもそも話を成立させなければ相手をしなくてよいという面が女性側のメリットとしてあります。しかしこれはあくまでも問題の一端に過ぎません。例えばそもそも論として売春は違法行為です。ですから売春をしてはいけませんよというのは基本原則として存在します。また第二の問題は脱税が横行しているということ。立ちんぼをしている人たちは別に自分が個人事業主として自分を売っていますよということをわざわざ商売としていません。受け取ったお金は全て収入としてしまいます。年間1000万円稼ごうが2000万円稼ごうが、それに伴っての所得税は一切払いません。そして次に問題なのが性感染症の蔓延です。日本国内において梅毒の感染者がどんどんと増えていますよというのを危険情報として最近ではネットニュースを中心としてよく流れるようになりました。
しかし、新型コロナウイルスと違って自分には関係ないなと思う人が多いのか、こうした情報についてはあまり広く一般の報道には出てきません。性風俗店の場合であれば、従業員の人たちに対して性感染症の検査を定期的に行うといったことが行われているのですが、立ちんぼの場合だと誰かに管理されているわけではありません。もちろん、管理されている場合は、それはそれでまた違法行為です。管理売春もまた現在の法律下においては違法行為だからです。立ちんぼの場合だと、あくまでも個人がしたい時にしているものであって、事業としては登録しているようなものではありませんから、性感染症についての検査をするもしないもその人の自由です。そして第三者が介入しないという前提であれば、どのような性感染の恐れがある行いをしているかについては全く誰もわかりません。自覚症状がない間に多くの人たちに感染症が移っていったとしても全く止める手立てはないのが現状です。次に、こうした立ちんぼの人たちの中には未成年者による売春などについても問題が指摘されています。手っ取り早くお金が欲しいといった理由などもあるかもしれませんし、また家出などをして一時的にお金が必要になったといった人などもいるでしょう。たとえ家があったとしても家族関係に大きな問題があって家に居つけない、そしてどうしても外に出ざるを得ないような人たちがお金欲しさに売春をしてしまうといった問題なども指摘されています。そして最後に取り上げるのが、ホストに貢ぐための売春行為を繰り返している人たちです。女性がホストに入れ込んで多額のお金を支払うという行為については、男性がキャバクラやホステスに多額のお金を貢ぐのにも似ている面があり、一見すると男女関係なくそのようなことをしている人たちがいるんだろう、立ちんぼの人たちだけ救済するような話になるのはおかしいと指摘する人もいます。しかし、男性が風俗店などにお金をつぎ込むのとちょっと違う状況として、付け払いという問題があります。これは、賭けであるとか売り賭けであるとか様々な呼び名が付けられているわけですが、基本的には女性はお金を払わずに多額のサービスを受けた上で、そのお金を後になって用意するといったことが行われています。ここで問題になるのは、まず第一に、お店に対して多額の付けをしているわけではありません。お店としても、多額の付けの回収といったものを行うのは非常に面倒なことです。ですから、あくまでも、店の中にいるホストが立て替える形で女性の付けを許しているわけです。そして、そのホストが女性のところに付け払いでいくらだっただろうといった形で回収に向かうわけです。お店としてはそれでリスクを減らすわけです。ホストがもしもツケを回収できなければ、そのホストがあくまでも自腹を切ってお店にお金を入れなければならないというシステムなわけです。ここでさらに問題なのは、こうしたツケを許すにしても、女性がどのくらいの収入なのか資産状況なのかについては、そもそもホストはなんとなくで察するだけで具体的には聞くことはありません。どのような手段でお金を用意したかなんていう話をすると、もしかしたら犯罪をもとにしてお金を持ってくるかもしれない。それを聞いてしまうと面倒なことになるなと思って、具体的には何も聞かないわけです。しかし、この子だったら100万、200万、300万いったとしても、お金を用意してくるなと思えば、どんどんとそこに営業をかけていくわけです。お金を用意する女性が、例えばここで出てくるような立ちんぼによって、売春によって稼いだお金といったことも多発しているわけです。では、どのくらいの金額を稼いでいるかについてのお話をしましょう。週刊誌フライデーがこうした立ちんぼの女性たちに対して取材を行ったところ、月100万円を超える収入を得ている人たちが非常に多かったそうです。これは毎日のように立ちんぼとして通りに立って男性客をどんどんと得ているような人たちです。警察も立ちんぼの人たちを摘発した際には、どのような目的でどのような思いで売春を続けていたかについてのコメントを出しています。例えば、ホストに貢ぐためのお金が欲しかったであるとか、多くの人たちにチヤホヤされるのが非常に嬉しかったなどといったことを女性が供述していることが新聞紙などでも出ています。それと同時に、ホストに対して1000万、2000万貢いだ。そういった話も珍しくはありません。そして、100万、200万の付け払いをした女性というのがみんな売春をするかといえばそうではありません。もちろん、100万、200万のお金を側近で用意できるような貯金がある人であれば、それで支払いを済ませるでしょう。多額の付け払いを
支払うために売春に手を出すのは無理だと考えた女性が親元に泣きつくことも当然あります。問題が発覚した時に自分の娘は一体何をやっているんだと大いに慌てて弁護士に相談し、なんとか法的な支援を受けられないかといった形で世間的にも注目されるようになるわけです。しかしここでもまた問題があります。この付け払いなのですが別に違法行為ではないのです。例えば会社同士のやり取りで物やサービスのやり取りというものが何度もあってその度に決済するのではなく、その月の中においては付け払いでずっとやって最終的に月末締めでその付け場を決済するといったことが日常的に小習慣として行われています。ですから付け払い全体を全て規制するは良いというわけではないのです。なので規制するとしたらそこに条件規制をかけることです。例えばこれは消費者金融の話ですが、収入状況を確認した上でどれだけ貸せるかについて現在規制がかけられています。金利について規制するし、貸付できる総量についても規制するといった縛りをかけることで消費者金融による多重債務などについて少しでも是正しようという動きがあったわけです。これとも同じような規制をホストクラブなどにかければ私はかなり有効だと思います。例えば収入状況を確認するといったことは非常に手間としてかかりますし、実際問題としてそのようなことを行うのは難しいでしょう。つまり難しいということはそれをやらない人たちが付け払いをそのまま続けるかもしれません。しかし法律でそのようなことが違法ですよという確定した状態になれば今度は警察による摘発が非常に簡単になります。認められていないことをやっていたんなら、じゃあその店に対して摘発に入りますよといったことが頻繁に続けば、そのようなホストクラブは経営上行き詰まるでしょう。またそのような違法行為をするようなホストを雇っているホストクラブそれ自体も違法な店として営業許可を出せませんよといった具合にして法律改正を強化するといった手もあるでしょう。また消費者金融と同じように収入に基づいてある一定額以上を超えないようにしなければならないとなれば、これまでのような付け払いで100万、200万円などといったものをホストクラブで使うことは難しくなるでしょう。例えば年収の3分の1、5分の1といった具合にして総量として大きな規制をかければ、それに伴って付け払いで多額のお金を支払える人というのは自然と減少することとなります。またそのような規制をするのもそもそも難しいというのであれば、いっそのことホストクラブのようなサービスについてはもう現金決済は禁止です。クレジットカード払いのみしか認められませんといったような決済方法について限定するといったことも法律で認められるのであればすべきでしょう。クレジットカードというのは基本的にどのような収入状況かに応じてショッピング枠が決められますから、その枠内でしかホストクラブが利用できないこととなります。そうした原資決済をするということはそのお店の売上状況などもごまかしようがなくなりますから、経営側の脱税についてもかなり目を光らせることができます。さてここまでで一通り立ちんぼや付け払いの問題について解説することができたと思います。ここからは少し余談の部分です。東京においては大久保公園が非常に有名なこの立ちんぼスポットなわけですが、大阪においても何か所かそのようなスポットがあります。それは梅田、難波、天王寺、この辺りです。そのうちの梅田と難波に行ってきたのですが、それぞれの場所においてちょっと行った時間が早すぎたのか女性はあまりいませんでした。ここ最近大阪においてもこの立ちんぼの人たちを摘発するという動きが相次いでいて、東京ほどに多くの人たちが売春をしているわけではなさそうです。でその時行った映像をこちらにご紹介しましょう。私が行ったのは梅田の戸賀野町という場所でホテル街です。お昼ご飯を食べた後に行ったので時間としてはまだまだ明るい時間帯で、私が行った時にいる女性は一人だけでした。ホテルに出入りする男女もいるため、なるべく人の通っていない瞬間を狙って撮影を行っています。ですから実際にはもうちょっと人の通りもあるし、ホテルの出入りもある場所です。で、立ちんぼをしている人に話を聞いたのですが、警察の摘発といったものも相次いだこともあり、ここ最近だと女性も少なくなったんだそうです。ただ話をしている時に私がホテルに入らないよという話をしたら、相手の女性が場所が気に入らないかなと思ったのか、ネットカフェや近くの多目的トイレなどで事を済ませようといったお誘いなども受けました。
かなり慣れている人なんだなという感じもしましたし、同時にさらっと別の場所の提案としてネットカフェであるとかトイレの話が出てきたのにはさすがに驚きました。近くには風俗店もたくさんあって、そのような店に勤めるといった手もあるとは思うのですが、動画の最初の方で解説したように風俗店で勤めるというのも、それはまた別の煩わしさがあるので嫌う人もいるのでしょう。またインターネット上では大阪で立ちんぼをしている女性も東京と同じようにやはりホストクラブに多額のお金を貢ぐために日々売春を繰り返している人も多いといった話などもかなり見られました。誰かが何かにハマって多額のお金をつぎ込むということ、それ自体には人それぞれだなという話にはなるわけですが、同時にそのために付け払いという借金の一形態を使うことによって自分の持っている財産以上のお金の支払いを求められたりするのであれば、そこにはやはり規制を入れるべきだと私は思います。また今回の話は基本的に女性の付け払いの話に集中しがちですが、別に何も性別を限定する必要はありません。男性がキャバクラなのでもしも100万200万という付け払いをしている人がいるというのであれば、同じように規制をかけるべきです。男女関係なく収入状況や資産状況を全く無視した借金というのは規制すべきだといったところが、この問題を小さくするための一つの方策だと私は思います。またこれは法律の規制ではないのですが、マスコミ等がいわゆるホストをやたらと持ち上げてテレビ番組に出演させるといったことも少しは問題視してほしいものです。彼らがものすごいお金を稼ぐといったその前提となっているのは、お金持ちの女性たちから多額のお金を支払ってもらうのではなく、お金を持っていない人たちを違法な行為に走らせることによって得られた大金の上に成り立っているのだとしたら、それは非常にまずい商売だということを、むしろマスコミは積極的に危険情報として発信すべきだと私は思うからです。というわけで今回の動画はここまで。路上で売買春の話をする女性が非常に大きな話題となり、国会でどのような規制をかけて問題を少しでも是正するか話し合われています。そうやって議論がゆっくりと進んでいる状況の中で、海外では日本人女性を安く買えると残念ながら悪い話が拡散し続けています。このような状況を少しでも是正するためにも、法律で何とか是正できる部分については行ってほしいですし、そもそも今ある法律で対処できる部分については積極的に警察も動いてほしいものです。ホストクラブの側に対しては、まずは脱税していないかどうか、また女性に対して売春を強要したり、もしくは管理売春をさせていたり、風俗店に無理やり押し込めるようなことをしていないかなど、より一層目を光らせてほしいものです。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。また役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。